脳のシナプスを可視化しようとして脳だけを修復しようとしてるんですよ。一言で言ってスキャンなのよ。でもこの下まで分かる。地下4階にあるって全部バレてる。見えちゃってるんだね。あくまでもノンリーサルだから、殺さないよ、なわけないって。短時間でなんですか。本当に瞬間だけっていうちょっとやれば一瞬でやればもう機能停止。火つける行動簡単なものないじゃないね。ウルトラマンのビームとかこうやってね、今回使ったアメリカでやってるところはどこですか。 NSA ですよ。行ったことありますけどね、年生。アメリカのリーダーのボット作ってるんですよ。リーダーまだ使ってないですよね。あれやってるんですね。習近平を失脚させる方法って何かあるんですか。下手したらこの春動くよ。習近平失脚を試みるってことですよね。台湾を統一するみたいな。できるかと。いきなりいや移民問題は変わったでしょ。今年の7月8日にトランプが発表するエイリアンですよ。やっぱ点々が線になったと思うのは日本食で寿司食べますよね、ベースは全部旧統一教会ですよ。聞いてください、ここからです最初、元になってる話って知ってます？あれはね、あれ僕聞いてますよ。僕はイギリスから、あれは MI6 がやった。やっぱりありえるってことですよね。こんなことってありえるのってやっぱ思っちゃうんですよね。お笑い竹ってあるんですよ。これを摂取するとおかしくてなんだそれは。精霊に当たるようなものが存在してるんだっつよ。下げないでしょ。下げないから。どれぐらいですか。いや何年も。まだ本当にやってるんですか。だからそういうことをやってるから誰も文句言うんだったら武力を使うぞみたいな話。狙われてるじゃないですか。だからもう絶対に一瞬にならない。それはありえる。怖っ。これ出せないですよ。はい、皆さんこんにちは。始まりました直木マンの都市伝説ニューメディアって、仮のタイトルですけど、やっぱ最近ねちょっとオールドメディアのニュースが腐敗してるんじゃないかという声がたくさんね、聞きまして、なのでちょっと裏ですけどね、こっちは、裏でなんかよりその最近起きてる世界情勢とかその辺を嘘か本当か分からないけど、いろんな情報をみんなに投げて、でみんなに判断してもらうのが一番いいんじゃないかと思って、今日はもう最強のメンバーをね揃えました。山田さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう知らない人はいないんで、いやもう雑な紹介になってますけど、三上さん。はい。オールドメディアがね変更してますからね。こっちはもっと変更してる。なるほど。逆にね。もう陰謀論、都市伝説的なもう先行報道。間違いない。確かに。まずやっぱあったのがベネズエラのねマデュロ大統領の拘束、1月2日に早速起きましたけど、これやっぱ表向きは麻薬組織とか言ったけど、そんなことないんじゃないっていうのがやっぱ世界原油が一番あるっていうのがやってるのがベネズエラで、しかも中国がある意味そことうまくやってたところをトランプさんは嫌がって強行突破に出たっていう話ですけど、これ裏っていう裏は結構もう出てるんじゃないかと思うんですけど、まだあるんですかね。今回は結局そのマドゥーロさんが捕まる6時間前に中国の大使と会談してたじゃないですか。来てたわけですよ、あれ5を出してるのはベネズエラとか周辺にいる中国の外交部の人たちが何も情報掴んでないから5を出してるわけですよ。やっぱそういうことなんですね。そうですよ。でこれは高市政権も同じなんですよ。高市さんが最初になった時にすぐ習近平さんと韓国で会ったんですけど、あの時は外交部が実はこっちでずっと活動して日本の国会議員とかにで、多分これまでの流れと変わらないと、高市さんあんな強硬だけど、っていうインテリジェンスを中央に送って、それで習近平は OK 出してニコッとして会ってるわけですよ、韓国で。だからその後もうすぐ台湾の関係者にも会ってるし、帰ってきてああいう国会の答弁もあってということで、外交部が特に大使とか在日の中国大使とかがめちゃくちゃ吠えてたんですか。あれは自分たちのミスだからですよ。分かってないんだ。欲しいんです。だからでもそれがベネズエラでも起きてるんで、だからやっぱちょっとかなり中国の弱さが露呈したかなっていうところです。中国っていうのがもうお分かりの通り、日本にこれだけね某議員の質問に対して答えた高市首相の言葉尻を捉えて、またちょっと膨らまして某新聞がみたいなんで大使が怒って一連のこれあるじゃないですか。どう
考えてもおかしいじゃないですか、中国が。中国がっていうより習近平がそれだけ国内で追い詰められてるんですよ。中国ってこの共産党の体制ってあるじゃないですか。習近平がいて、でナンバー2がって軍がって、で特に軍でいわゆるこれ将軍クラスの人が本当は何十人っていたのに、今や6人、実質4人しかいねえみたいな、みたいな、一つこうね、日本と台湾、ね、これはもうある意味軍事的には、安全保障的にはまあ手を組まざるを得ないみたいなところはあるんだけども、なんで今こんなにこうギャギャ言ってるかっていう。で来年ね、2027年にはもう台湾を統一するみたいな、ね、ある種のこう言うじゃないですか、目標みたいなね。できるかと。無理です、まず軍事力から言っても無理だし、全然なのかな。その軍っていうのはやっぱり人なんですよ。戦国時代もそうだけども、実際に戦って生き抜いた人がいて一番強い。なるほどね。一度も戦ってない軍隊っていうのは単なるハリボテ。これ本当よ、本当。今回ね、そのベネズエラに要は中国がインフラを整備して兵器も与えてて、追撃ミサイルが全然機能してないじゃんみたいなこと言われて、でちょっとさっき三上さんと裏で話して、僕が海外のスレッドでちょっと面白い部分を見たのが、アメリカがねベネズエラのこの作戦でスーパーヒューマン使ったんじゃないかって言われててまあそこのスレッドいいっすね、いいっすね。無敵だな。でしかもこれ何が面白いって、トランプ政権の報道官のカロライン・リベットがツイートしたんですよ。みんなこれ見ろって。でその内容が、これヘリコプターが約8機ほど到着し、その機体から降りてきた兵士たちは非常に強烈な音波のようなものを発射し、それを浴びたものは頭の中が爆発するような痛みを感じ、鼻血や血を吐くものも出て動けなくなったっていうねことをつぶやいてるんですよ。軍の人たちが言ってたと。だからある意味今回のでもうアメリカ結構とんでもない超人兵器なのか、超人的なスーパーのいわゆるマーベル的なね、キャプテンアメリカみたいなの作っちゃったみたいな話があって、これ三上さんどうなんですか、この辺は。まあそういう超人部隊があるかどうか別にして、兵器としてはこれいわゆるノンリーサルウェポンっていう兵器で、まああり手に言うと電磁波兵器。これはもう研究がある意味核兵器を作るより安いんですよ。こっちの、それは確かにね。でこれはね露呈し始めたのが1970年代からで、当時ソ連だとかキューバとか、共産圏のその大使がこう非常にこうそこにいると気分が悪くなる。ね、キューバでありましたよね。あれはもう全部、いわゆるそのマイクロ波の電磁波攻撃。今回もその協力版みたいなことで、その兵器をずっとこうアメリカ、世界中やってたんだけど、やっぱりこうアメリカがトップなんですよ。30年ぐらい前かな、アメリカ軍の中でそれを専門にやってたトップっていうのはジョン・アレキサンダーっていう大佐カーネルって言われてる、顔が怖いおっさんいるんだけど、結局UFO 問題にもなるんだけども、実際にそういう兵器を開発していると。であくまでもノンリーサルだったら、殺さないよ、なわけないってそれはね、軍事兵器からやっぱね、そこに兵士がいたらば、ここから離れたところからマイクロ波を照射すれば、それはもう自律神経やられちゃうんで。短時間でなんですか。もちろんずっと浴びればもちろん被爆するから、パルスアタックっていうシステム、本当に瞬間だけプッっていう高出力でパッてやると、省エネにもなるしっていうのもあるんだけど、だって今回3時間ぐらいで制圧したっていうの。そうでその3時間でなぜ制圧できるかっていう、これも兵器なんで、ただ兵器っていうとミサイルだとか、戦闘機みたいなイメージするけれども、今はシステム、通信網だとか、じゃあアメリカでこれを一手に軍事的にやってるところはどこですかっていう話。3文字になるわけですよ。 NSA ですよ。そうですね。そりゃそうですよね。 NSA っていうのはだって20世紀の段階じゃそんな組織はないと。都市伝説だったんですよね、あれも。もう行ったことありますけどね、年生。アメリカのアメリカのありますよ。だってメリーランドにでっかい、メリーランドにあるんで。だって予算も規模も CIA の10倍以上ですよ。博士号を持ってるようなハッカーたちが大量にいてみたいなことですよね。で今あれですよ、続きですけどパルスもそうでしょうけど、今 CIA とかがやってるのは AI リーダー作ってるんですよ。リーダーのボット作ってるんですよ。で習近平のボットとかプーチンのボットとか、そういうことですね。で多分マドゥーロの関係のボットとか、要するにそれでシミュレーションをずっとやるって、それを全部そこに依存するってことじゃなくて、彼らがこれまで喋ってきた、あと仕草、文献、何か生まれ育ちも全部データを入れて一人を作る、いやデジタルツインみたいなの作ってやってるんです。でもこれがチラッと耳に入ってきてるってことはもうこれよりずいぶん先。なるほど。そういう AI も含めて盲点があるんですよ。AI 系のこれが電気
電気止められたらアウトですよ。まああらゆる電池があろうが何しようが電気なんですよ。このこと知ってます？だから全ての AI だなんかってどこの国もやってるでしょ、でもこの電気電力止めちゃえばね。もちろんセキュリティでここが止まってもうんってあるじゃない、バックアップする。バックアッそれを全部止めるっていう。できんのそんなこと。これ言葉にするとちょっとダサいんだけど、停電兵器めちゃくちゃダサいな。確かになんかすげえアナログに聞こえるけど。でもこれ最強なの。まあ確かに。実は今回使ったの。ああアメリカがベネズエラ。 NSA が開発してる停電兵器。確かにあれ全部停電したんですよね。停電したの。そう停電させたんだ。ヘリコプターが来て制圧してたやつでしたね。そうですよ。だから実際本当だからもう真っ暗だったんですよね。で真っ暗の中に降り立ったっていうイメージなんですよ。それが NSA がやったんです。もちろん一つの都市の電気を遮断するってそうできないんですよ。発電所から電気こう言ってもいろんなバックアップだとか自家発電とかあるじゃない。それを全部オフにするっていう。だからスノーデンが2014年に暴露した日本のね、それもうこれボタン一つでもちろんインフラに入ってるってやつ。もう余裕ってことっすよね。だからスノーデンは NSA ですからね。まあ彼がもうね亡命した時点でもそれはもう完成してるわけです。で今回実験ってトランプがねちらっと喋っちゃってこの停電のやつですか。停電兵器を使ったみたいな自慢げになんか言っちゃったみたいな。それに対して例えば中国が、ね、日本を標的にしたような極音速みたいな、ミサイルがあって、何言ってんのなんかロシアでウクライナで使われたとか。ミサイルの時代じゃないよ。マジか。ミサイルやっても停電したら終わりだよっていう。それでいうと台湾有事は遠のいたところになりますよ。ていうか台湾有事はなんかないの。無理か。ないの。普通に考えてみます。僕もそう。もうただ言ってるだけ。習近平が暴走するってこともありえないですか。いやこれ一個だけあるのはあれですよ。これね人民解放軍関係のから情報来たっていう人の話聞いて言ったのは、中堅クラスの人たちはかなり鼻毛荒いらしいんですよ。おおやりたがってる。やりたがってる。で海南島事件って昔ね中国軍とアメリカ軍の衝突したパイロットはヒーローだとその世代の人たちには見られていて、だから今コケにされてるっていう分とおそらく現場にいたらこういう状況だって見えてると思うんですけど、演出したいそういうのしたがるなんかまあそういうのはだから不測の事態って、まあ戦争ってそういうことあるじゃないですか。もしかしたらそういう変な暴発的なことはないとは言えない。ちなみにロシアがウクライナ行ったじゃないですか、あれもないって言われてたけどあったじゃないですかぶっちゃけ、そういう意味でもないんですかね今回のは。絶対ない。ない絶対ないって言う。だから中国の政策を決めるのはだって共産党じゃないの。そもそもねちょっと長いんだからっていう、これが中国共産党の奥の院。それ表向きにもあるんですか。検索しても絶対引っかからない。引っかかんないんだ。でそこの操り人形っていうか、まあそれ飾りとして出したのが習近平で、で今はまあいろいろ粛清してもう 4,5 人しかないんだけど、その中の張陽郷っていう将軍様がいて、この人が去年2025年のやばいことだったわけ。中国の国内で軍と警察が衝突。軍と警察衝突したって警察かなうわけないし、向こうは。で警察は習近平が体制が間違うの。こっち誰の指図。これ張陽郷って言って今生き残っているこの将軍上将の一人なの。習近平ですらも張陽郷は切れないのよ。その張陽郷は台湾は絶対侵攻しないっていう派なの。で密かにやってんのが古春か。出ましたね。くるみの、下手したらこの春、4月あたり動くよ。言われてるんですか。ポスト習近平は古春かしらない。今序列からすると全然2ランクも3ランクも知らないんだけども、超優秀。するとなんとこちらの収録日が1月13日なんですけれど、驚きのニュースが舞い込んできました。なんとその張陽郷が習近平によって失脚させられたというニュースが報じられたんです。彼は核兵器に関する機密情報を米国に漏洩したという疑いを持たれて、聞く話によると銃撃戦の末失脚したと報じられました。そうなると今後習近平による独裁的な政権はさらに増し、台湾有事も本格的に考えなければいけない時期に差し迫っているのかもしれないです。アメリカの海軍がこう、やってますよね。でぶっちゃけた話するといろいろこう映像でね、これは本物だってした映像あるんですけど、あれエイリアンじゃないからね。あれはアメリカの兵器よ。アメリカの地球製なんですね。地球製のいいよ。あれはね。
だけども本物の連中がいるわけよ。だからアメリカにとってみれば別にロシアとか中国なんかどうでもいい、相手にしてない。どうでもいいね。なるほど。これ冗談のように聞こえるかもしれないけど、日本でも呼ばれるんですよ。日米同盟の中で軍事的にアメリカはこういう兵器を持ってますっていうのを見せられるわけ。自衛隊の人知ってますよ。そうですよね。知ってますよ。で視察に行くんです。それ最先端ですか？アメリカの最先端。軍事同盟っていうのは何が軍事同盟、こんな兵器を持ってるぜっていうのを見せられる。共有し合うんだね。で政治家行ってもしょうがないでしょ。まあ分かんないからね。だから大学の先生、例えば特に工学部の教授連れてくんです。だから前の大学の彼とその大学部はちょっとね。彼あれですよね。K教授ね、K教授。工学部っすよね。そうK教授。見せされたっていうのは。あれはもう配備されてるよ。まあ噂ではね、どこにですか？沖縄にねあるという都市伝説。これは都市伝説。ただもう一箇所別の米軍基地のこれちょっとどこか言えないけど地下4階にあるって。地下4階どこ？日本ってことですもんね。もちろん。絶対あれじゃない、もう青森じゃない。一言も言ってないよ。数字がつくところが言ってないよ。めっちゃ重要ですから。数字ついてるじゃないですか、青森には。答え言っちゃってますね。みんな沖縄行くんだよ、活動家の方は。確かに左翼の人とかだからキャンプシャワーとかもいるじゃん。ガーって椅子並べて屋根で戦争反対とか言うてます。参加したことありますよ。取材でどんな人が見に行ったって。でみんなね沖縄行くんだけど、なぜかこれUFO 関係ないですよ。一応ここ区切ってくれ。三沢に来ないのよ。なんでなんですかね。寒いから。そういうこと？行きづらいからシンプルに。確かに沖縄はね雪降らないし。陰謀的都市伝説業界入れて絶対三沢じゃないですか。確実にそうです。昔からもうね前のシステムになったけどエシュロンってアナログの全部の膨張システムなんだけども、それは三沢にあるわけですよ。でこれで地球を4つに分けたうちのこの4つをカバーしてるんです。へえ、そんなに。一番最初にこのエシュロンを取材したのはテレ朝。当時はニュースステーションって言ったかな。で初めてそう潜入っていうか取材して、でその取材した人のパソコン会社戻ってきた時にデータ全部抜かれて。当時はだって今みたいなデジタルのあるじゃない。ネットもないね。アナログ電話ファックスとかそういう全部傍受。これインテリジェンス的に見ても三沢はやっぱ当然三沢ですよ。もう当然なんだ。日本はだって日本のこの地域の目となり耳となってるのは三沢じゃないですか。これなんでちょっと観光気分もね。これ言ったら青森は寒いの。まあそうですよね。そうですよ。だからロシアが韓国の民間機を撃墜した時は一番最初に三沢が見つけて、そうなんだ。で通報したんですよ確か。でロシアが動いたのは間違いないという情報を通報して、それを本当にインテリジェンスしてアメリカがまずそこから動き出してるってなった。それぐらいずっと見てると思う。うわ、ちょっと取材しに行きたいな三沢。知り合いの人は新聞記者の人なんだけど、その三沢なんかいっぱいこうね取材してて、なんか踏んじゃったんだろうね。1ヶ月くらいね基地から出してもらえる。それはやだ。それはやだ。そんなことあるんですか？三沢はあるけども北海道に米軍の基地ないじゃない。一個もないか。これなんでなんですか？それはね、なんでなんですか？いやそれはロシアが近いからじゃないですか。違います？普通にロシアに対するあれになっちゃうからってことですか？いやだから分かんないです。これは答え後で聞きますけど、北方四島はあそこはやっぱり絶対にロシアのロジックで言うと、あそこを返すと領域にね返すとあそこに米軍基地来るとアメリカが全部インテリジェンスも含めてあれだから絶対ダメだって。だからもうロシアに対する挑発になっちゃうからってことです。そうです。で絶対基地作るだろっていう話で、それは安倍さんも言われた。間違いないですか？日本ってねアメリカにGHQ を含めてずっと支配されてるけども、どっかでは主導権じゃないけども完全には支配されてませんよみたいな、こんな小さい国がじゃあ交渉の材料にするものってなんだと。これね全然違う都市伝説として、第二次世界大戦の時に長崎に原爆は2発落ちてる。2発で1発は不発弾。不発。この不発弾をすぐ回収したの。で回収してどうしたかソ連に売ったの。
いわゆるアメリカとの戦争の交渉材料としてソ連に恩義をでこれを全部知ってんのが某商社のホニャチューっていうのがいる出たよ出たよ。ホニャチューの有名な出ましたよ。 S 島さんいろいろだからそういうインテリジェンスによってその一方的に支配されてるわけです。ある種の敵の敵みたいなところのこの交渉商社がやってるんです。だから鈴木宗男さんなんかね、はいはいはいロシアってってもうあれすごいことなんだ。でもその情報で言うとあれですね、CIA にいたこの人は日本にもいたことがある人ですよ、もう今引退されて今年齢も70。アメリカ人ですか？アメリカ人です。ワシントン近郊に住まわれていて商売されてる方ですけど、その人にねゆっくりシナリオした時に言ってたのは、日本のインテリジェンスって、対外諜報機関って日本はないのでこれから作ろうかって話してますけど、いや違うと、ジェトロと、JICA の情報をもってしてやれば、そのインテリジェンスを他国に売れば、ギブアンドテイクで情報もらえるんじゃないかと。マジ？真剣にそれをあなた考えた方がいいよって僕説教されたことあるんですよ。そんだけすごいんだ。表向きはだってね援助ということで言って、だってねなんかやっ各国てくるから開発してるわけで、そう向こうも何でも話してくるじゃないですか。しかもインフラっすよね。そうですそうですなんかね、キム・ジョンウンの話、キム・ジョン、トランプと今後もしかしてはいはいはい会談するんじゃないかっていう、それは一個のキーポイントとして、まあ向こうはやりたがってるみたいな感じですけど、キム・ジョンウンがやりたかったキム・んですジョンがやりたがってるみたいいな。やもともとやりたいの。あ、そうなんですね。それは以前言ってた開発的なことですか？もう含め、いやキム・ジョンウン自体はまあ自分たちのなんなら韓国をあれしたいんでしょ、もう吸収してる。統一ですよね。でも統一は名前あれ削ったんですよ、もう国の戦略文書の中から統一っていうものを削もうって違う国で行きましょうっっていうことになってるんですけど、でもそれ1対1なんで朝鮮半島あそこ自分で。なんかでも陰謀的な情報だと統一するってずっと言われてて、しかもそれ北が管理するっていうのは、これ無的な話かもしれないですけど、だって歴代の韓国の大統領の半分ぐらいはだってスパイだからさ。向こうのしかもなんか僕王朝がやっぱ北だからって聞いて、まあねこれを言うとまたね言えない大体分かってください、笑い方分かってきましたよ。やばいやつはこの笑い方が出てくる。だから韓国の某大統領は北朝鮮に行って当時キム・ジョンイルかなに会った時に最敬礼で将軍様って言ったかいやそうなんだ。らいやこれ韓国でももう報道されて報道されてるんです。だからもう明らかにスパイなんだけどそれはみんなスパイだ。スパイですよ。でもそうなんですね。でもその北朝鮮を作ったのは誰ですかっていう出ました。なるんだよね。これがこれが日本も関わってくるような。これはすごいこう将棋みたいな。X でバズったのが、老いを止める薬を発見っていうね、この京都大学の研究チームが老化した細胞だけを体内から除去する薬剤をマウスで発見したっていうのを、これもだから以前からのね、老いっていうのは病気だよっていうのをもう最近は公表し始めて、本格的にだから老いを止める研究が、だからこれも多分 5年とかで下手したら薬みたいなのが開発されてどんどん投与していけば、永遠と20歳の年齢の手に入るという本格的にもう出てきてますよね。要は細胞分裂におけるミスコピー。ミスコピー言ってましたね。でミスコピーが重なると老化になる、老化っていうかそれを修復するための物質を出すとそれが細胞に良くないって話なんで、そのミスコピーになった細胞を除去すればいいって発想あるんだけど、これやってるのが裸デバネズミっていうネズミ。裸デバネズミ。こいつらはがんにならないんです。放射線を当ててもがんにならないし、発がん性物質食わせてもがんにならないし、しまいにはこうがん化された細胞を移植してもがんにならない。なぜかっていうとそういうミスコピーなりその正常じゃない細胞をことごとく排除しちゃうっていうシステムなんだけど、じゃあ彼らのね老化しないのよ。利用すれば人間にも活かせる。だからその研究がこう進んでるわけ。この20年ぐらい。人間ってこう一生こうね生まれてから死ぬまでの死亡率っていうのは年取れば取るほど死亡率上がるでしょ。裸デバネズミはないの。全部一定なの。すごいですね。でも寿命はあるのよ。寿命があってだからピンピンコロリってことですよね。急に行くってことですよね。あるのよ。それ何で死ぬんですか？機能が。だからそれは寿命ってなんかテロメアじゃないけどなんかあって本当に若いままでその代わり多様性がなくなる。多様性がなくなってみんな同じなんだ。全部そうクローンみたいな感じ。だから人間みたいなその人種の差みたいなのはない。だから下手したらでも今後研究するのは人間もそうなっていく可能性。それ今やってんの。やってんの。
やば。あ、でもそういうことなんですね。じゃあその老化した細胞とか、ミスコピーした細胞をなくすことによって個性がなくなっていくからなっていく、みんなね、みんな同じになっていく。健康のためには同じになっていくっていう。それはどっかで食い止めなきゃダメですね、それも。だから今できるの150歳まではもうできると。それは金出せば。だから習近平とプーチンがね、以前ね、話で前回言ってた。ありましたね。それは150歳までは今可能。へー。金出せばいけますよ、150歳。マジ。どうぞ150歳。人生2回ぐらいできます。僕でも2週間前に対談した神戸大学の木村健次郎さんっていう、ご存知ですか、皆さん。そうだ可視化技術、逆散乱問題の逆波動散乱問題を解いた方で、簡単に言うと音波とか光が通ってるけど光は中に行かない、音波とか電磁波は中行ってるから中を貫通した音波とか電磁波が反射してきたのを全部計算するんですよ。そしたら全部地下とか内部を可視化してる技術を開発して、で今ではその乳がんのがんの検知とか、あとセキュリティゲート、あれだから金属だけじゃなくて何でも可視化できるっていうのをすごい面白い方で、月の内部を可視化するっていうのも全部スキャン終わってるよ。終わってるんですか？火星もスキャン終わってる。本当に？早いです。本当に？だから地球なんかもそうだけども、軍事技術の一番の最先端な革新っていうのはまさに一言で言うとスキャンなのよ。見えないものを可視化。やっぱそうなんだ。で地面の中って見えないじゃん、海の中も見えないんですよ。見えないです。水は透明だけど、海の中見えない、これをスキャンするっていう技術、でこれ例えば1980年代か90年代初頭にやってたのが資源探査衛星って言ってた、この資源探査衛星って名前はいいんだけど、あれお下がり、地球の地面の下をスキャンする元々衛星をもう古くなったからってんで民間に払い下げてただそれ使ってる。へー。ダボス会議がありまして、これは1月19日から23日にかけて、ダボス会議知らない人に簡単に言うと、スイスで行われる世界経済フォーラムの年次総会で、毎年この時期になると経済界、政治界、学者とか本当にいろんな人が集まって気候変動だったり経済テクノロジー、健康問題、国際協力といったことをみんなでね、今後どうしていきましょうかという課題を話し合う会。虫を食べようありましたね。ここから出たコオロギ目ありましたね。今回はでもやっぱそのテーマはトランプとグリーンランド問題っていうのが大きかったと思うんですけど、及川さん、やっぱり目的違うと思いますね。この歴史的に言うとアメリカがグリーンランド欲しいって言ったのはトランプが初めてじゃないのは確かですよね。もう19世紀から言ってるから、やっぱりアメリカにとって地政学的にはカナダとグリーンランドはもうアメリカだったと思うんですよ。でなんかの間違いで他の国になっちゃってるけど本来だったらアメリカなんだと。でアラスカはちゃんと買ってるしね。でアラスカを買った時の国務長官かなが時同時にグリーンランドも買おうとしてたんですよね。これ20世紀の最初ぐらいですよ。戦前やっぱアメリカの政府の中に結局グリーンランドは買うべきだと、アメリカのものにすべきだと。でそうするといろんなものがついてくるので、ただそれが結構今回大ごとになってしまったみたいな。そうですね。トランプがやっぱ結構強硬突破な発言するから、でも結果的に文句言うんだったら武力を使うぞみたいな話、グリーンランドもデンマークも NATO じゃないですか。アメリカも一応 NATO なわけですよ。NATO の国同士で武力使うってこれとんでもない話で、つまりやっぱりトランプはもう NATO を壊そうとしてるんじゃないかな。そのためにグリーンランドを利用してるようにも見える。アメリカ NATO をぶっ壊してメリットってあるんですか？だからもうお金出さなくていいから。そうかそこお金も兵力も出さなくていいので。なるほど。でもムー的にはやっぱ UFO ですよね。これはだってNATO とかそういうのじゃないもん。ないんですよ。資源とか関係ない。これはグリーンランドがなぜ欲しいかっていうトランプのこの真意はエイリアンズ。やっぱりそうです。エイリアンズ。そんなに北極。本当に言えば今年の7月8日にトランプが発表する、多分これグリーンランドに関係してると思う。これは結構ガチなんです。これグリーンランドってなぜグリーンランドかっていうと、要は北極点だもん。今地磁気がこうずれてる。移動してる。北極点の方に近づいてる。今ちょっとずれてるんだけど。それポールシフトってこと？ポールシフトって言うと基本的に極と地軸の傾きで言うんだけど、じゃなくて地磁気の極、いわゆるその棒磁石の M 極 S 極のここがこう移動してる。逆にだから北極に近づいてるんですか？北極点に近づいてる。これがきっちり北極点に行ったらなんか起こんじゃねえかなみたいな。でちょうど今ね太陽もすごいフレアある。それ時期いつ頃に北極に到達するんですか？どんどん加速してるんで、ここ数年のうちに行くんじゃないかっていうロマンある。でそうするとなんかこう開くと。
ちょうどまさに今回のダボス会議でクラウス・シャーブの代わりに暫定的な議長になったラリー・フィンク、でラリー・フィンクがこの人なんかまさにグローバリズムの伝道者みたいな人だったのに、いきなりいや移民問題は変わったでしょ、移民を入れていないアジアの国の方が経済が良くなってる。そうこの変わり方は一体何なんだ。結局なんか人口が少ない方がロボットとか AI を入れてそういった社会にできるみたいなことを言い始めた。この方が生産性が上がるんで、ラリー・フィンクそれ以前は全然違うこと言ってます。今やっぱり移民を入れることによって経済も良くなるんだ。いやおそらくあれがああいう流れになってるんです。あそこでいろいろと作ってるけど、その裏ではそれこそそれぞれの国のスパイ組織の人たちがみんな集まって裏でやってるわけですから。あれ何だったんですか。あ、そうなんですか。そう全部の国の大体の国のスパイ組織が CIA もいるし、何語ってるんですか。いややっぱりそのグリーンランドがまず彼ら何語るんですか。いや対応をどうするかということとトランプをどう扱うかっていうのは、ダボス会議でやるんですか。ダボス会議の裏でねやってるんですよ。でみんなリアルダボスですよね。そうそこでほんでファイブアイズって言われてるグループ、あの辺の人たちが入って、ファイブアイズの会議には絶対ファイブアイズ以外の国の人一切踏み入れられないんで、そこはみんな追い出されるんです。イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド。本当は日本も入るはずで、予定だったんですよね。だってシックスサイズのはずだったんですよね。エシロンは入ってるわけですよ、そのファイブアイズプラスジャパンランド。確かにあと情報を守れないね日本は。っていうかもう日本人ももうだって中国人のスパイにやられちゃってるから、そう全然守れないからもう仲間入りできないですね。信用されてこれでない。言ったらシンガポールの方がマシだって言ってましたよ、アメリカ人が情報を悲しいですね守れるかどうかっていう意味では。一回なんかトマベイチさんが話つけたみたいな言ってたけどさじゃあシックスアイズなんですかみたいな言ってたんだけどいまだになってない。なんないっすよね結局。これ一時このねプーチンと習近平とアメリカでこう地球を3分割してみたいな話あったじゃないですか。 G3 ですかそれは。元になってる話って知ってます？プーチンのブレーンアレクサンドル・ドゥーギンというところに、このドゥーギンが予言したんですよ去年。2026年にはパンリージョン理論に基づいてこの地球の新しい秩序を作る、アメリカと中国が2026年、これ最初に言ったのがカール・ハースホッファーっていうナチスの地政学者。この地球を4つに分割して南北アメリカ大陸がこれアメリカ、ヨーロッパアフリカがこれもう一つで、ロシアとインドがここ、極東が当時はだから大日本帝国なんで、これが復活する。この4つの領域に分けて新しい国際秩序を作ると。だから中国のこの一連の流れも実はそこに関係してるんだと。でも今おっしゃったね、でも本当にねドゥーギンはアジアは中国だっていうんでしょっちゅう中国行ってるんですよ。決まっちゃってるんですね。そうで中国行って中国のインテリ層にそういう思想を吹き込んでるんですよね。でロシアもいかにもそれを応援するとみたいなね。そうするとちょっと日本やばいっすね。現実的に進んでる。だから今アメリカ大陸握ろうとしてるっていう、南米とグリーンランドと。これ2025年のドゥーギンの予言です。地政学的な予言。いやじゃあ続いてのちょっとこれが僕的には一番ホットだったちょうど前回の話で出たその台湾有事は絶対にこの人物さえいれば起きないと三上さんが言ってて、でその人物っていうのがいわゆる中国軍の軍服組っていうんですかね。で6人今までがいて、で3人は制裁されて、2人いて習近平以外に、でその1人張友強ってやつがこわもての見た目で、こいつが台湾には絶対侵攻しないって言ったから起きないぞって言ってて、ただその収録から4日後ぐらいに失脚したと。で一応表向きの理由が中国の核の国家機密の情報をアメリカに流出したからってことで、そこでおそらくなんか揉め事があったと思うんですけど、裏では、それで失脚したっていう情報が X で飛び回って、中国内戦かとかなんか銃声の音とか、フェイク映像か分かんないですけど、出回って何が起きてんのっていうのがちょうど1週間ぐらい前で、これ三上さんどうですか？失脚した2人だから張友強とそれから劉振理というこの2人っていうのは実戦経験があるんですよ。いわゆる中越戦争、ベトナム中国戦争で、これですね、この人物ですね。でしかも習近平と昔からの馴染み仲ですよね。親同士がもうだからすごい仲いいって言われてたんですよね。この2人が台湾有事とか台湾侵攻は絶対に反対なわけだからリークされた、文面もどうせやったとしてもアメリカが関与してきて絶対失敗するっていうことを、その文章が本当かどうかわからないけど立ち位置としては中央決策委員会の習近平の勢力を削ぐためにいろんな要職にあるやつを失脚させていくんですよ。そうするとまた習近平がここら辺のこの上の上昇連中をまた粛清してみたいな繰り返しやってて、それでもまさかね張友強が振り切るとはっていうところで、だから本当は次の流れとしては習近平失脚を試みるってことですよね。習近平はそれはね快く思ってね。そうですよね。だから近いうちになんかあるんじゃないかなって。
まあ今日はね、2月4日、立憲民主党と公明党が合体して、中道改革連合、始まりました。これ予測できたんですか？僕はね、予想してなかったですけど、今考えると、やっぱ点々が線になったと思うのは、これはやっぱりね、宗教はあれですけど、創価学会が、池田大作さんが60年代、70年代の頃に、人間革命って書かれて、その中に中道ってずっと言ってるんですよ。出てきてたらしいですね。そうですよ。で、その後に、要は、そこの政治部門としてですよ、松下幸之助さんを、松下政経塾を作って、そのトップの最初の松下政経塾の塾長に池田大作さんにしようと思ってたぐらい、松下幸之助さんって創価学会とズブズブだった。そうだったんですか？60回、70回インタビュー。それは初めて聞いた。そうなんですよ。ほんでね、聞いてください。ここからです、大事なの。この松下政経塾の第1期生の一番有名な人っていうのはこの人ですね。野田さん。野田さんなんだ。だからそこからもうストーリーは始まってたんですよね。でそれが今回だからすぐに中道ってなったでしょ。なった。でもう独断で決めてる感じじゃないですか。実はだからそういう流れがずっとあったんすね。仲良かったんですね。松下政経塾がここに裏に絡んで。なるほど。その後いろいろいますよ、松下政経塾の。その人たちよりもやっぱこの人たちは全然違うよ。やっぱ初期の松下幸之さんいる頃の。まあだってみんなそうじゃないですか。だって高市さんもそうですもんね。そうです。でそれは後の人たちなんで、またちょっとそうか。これ中道はどういう立ち位置なんですか？左か右か真ん中で言うと、名前では中道って言い張ってそうな感じですけど。まあこの中道って言葉がね、まあ仏教用語なんですよね。池田大作が最初に創価学会の中から政治団体作った公明党作った時には中道っていう理念を出してなかったんですよ。数年経ってからかな、中道って概念を持ってきて、この公明党の理念は中道なんだと。でその中道っていうのは右でも左でもない真ん中じゃないんだと。右と左を足して2で割ったんじゃないんだと。そうではなくてこの大衆とともになんだ。これがちょっとね、まあ仏教学的にはあんまり合わないんですけど、正直ね。これは池田大作会長の独特の中道の解釈なんですよ。なるほど。本当の仏教の中道の解釈っていうのは、まあ、ブッダが悟りを開いた時に、王室の王子だったんで、そこの贅沢な生活とそこをやめてインド的な非常に苦行ばっかりやる生活と、どっちも悟りが開けないと。両方の苦楽の中道の中に知恵による悟り、これを中道って言って、これまあ、知恵とか正しい道とかそういう意味なんですよね。で池田大作さんもその右と左じゃないっていうところはその通りなんですよ。だけどここに集まってる特に旧立憲の人たちは、うちは右でも左でもないんですってやたら言ってるこれちょっと池田先生と言ってるの分かってない立憲の人たちはね。インドではまあ、今もそうだけど悟りを開くためには肉体業をしなきゃいけないっていうね。なんかこうやってね、手をねずっと上げてて下げないんですよ。もう下げないから。いや何年も。で私もねいるでしょ。インドで見たことあって、もうね木みたいになっちゃう。完全に乾いて。まだ本当にやってるんですか？そうやってる人もいたり。地面に顔をうつめてるとか。だけどブッダはそれで悟りを得られるもんじゃないんだと。もっと本当に正しい禅情の中から知恵を得ることによって、中道の中って中の道って書くけど、これ正しさって言うんですよね。何が正しいのかっていうのを悟るのが悟りなんだっていう、まあ、仏教のそこから始まってんだけど、このマークが面白くて、これマーク、はい、紙の輪っかをこうやって斜めに見たような感じするじゃないですか。でもね、これいざ描こうとするとこれじゃないんです。これ円をね4つ組み合わせないとこれ付け書けないんですよ。そうなんです。これ何かなとか思って、4つ重ねるってことですか？仏教用語でね、シリンってあるんです。4つの輪っか、このそれを表してるんですか？その輪っかのことじゃねえかもしれない。4つの輪っかってことですよね。絶対ね、なんかこういうシンボルにはね、こういう意味は必ず込めるから、ちょっとまあ語れる人はいないかもしれないですけど、話題になったのがその大物官僚2名を乗せた公用車が総理大臣官邸から出発後30秒後に赤信号を無視して時速130キロで大事故を起こして、まあ、タクシーに乗ってる運転手が死亡しちゃって、その他車両5台が巻き込まれて、まあ、6人が重傷で、その官僚2人もいまだにその重傷っていうことなんですけど、こんなことってありえるのってちょっとやっぱ思っちゃうんですよね。高速じゃないのに130キロってこれ出せないですよ。130キロぶつかったってことはブレーキ踏んでねって思います。踏んでなかったらしいんですよ。まあ全然違いますよ。全然違うけど、なんかダイアナ妃のあれはね、
あれはね、あれ僕聞いてますよ、僕は。イギリスからダイアナ妃のやつは。あれは MI6 がやった。あ、やっぱり MI6 がやった。それMI6 ブレーキを操作したっていう。ね、事故に。あれはだからまあ運転手がワイン飲んでたかなんかで言われて当時はね、まあでもそれ停止したってはもう当時みんなね酒飲んで別に運転なんて普通そんですからなんでなんないですし、あれをやった理由はまあ話それてもいいですけど、あれですか？彼氏かアラブユダヤでしたっけあれは。アラブ系ですね。アラブ系か。そうですよね。そこがやっぱり一番大きいですよね。大富豪そうですよね権。まあやっぱそこか。なるほど。それはそうでした。だからこれは分かんないですけど、僕でも本当霞が関永田町あたりで昔ね外務省の機密費っていうのを使い込んだ官僚がいて大問題になったんですけど、取材に行くためにカメラマンと車に乗せたらその人に車ぶつけられたことあるんですよ。大丈夫だったんですか？出てきた。大丈夫だったんですよ。大丈夫です。どういうことなんですか？いや、わかんない。なんか慌ててどっか行こうとしたんでしょ。いや逃げようとしたのかわかんないですけど。狙われたんじゃないですか？いや今狙われたのかなと思った。可能性はありますよ。何年前ぐらいですか？それがだからあれ何年前20年近く前かなもう。だからすんごいニュースだったこれ。もう大変なニュース。外交機密を使って。それ乗ってたんですか？で僕乗っててそれとかぶつけられて、でその後なんか示談してましたよちゃんと。レバノンに中東のノストラダムスと呼ばれる預言者ですよ。で毎年12月31日大晦日にその次の年の予言をずーっとしゃべくり倒すっていうおっさんがいて、これをミシェル・ハイっていう人で結構当たるんですよ。基本的には中東とか世界情勢なんだけど、今回日本のことについてもなんか研究してて、そんなことあんの？で高市政権についてまあ確かに高市政権って支持されるんだけども、どうもまあ健康かなんかの状態によって続かないよっていう風に予言してました。うわ、なんかリアルな。それはありえる。ありえるってことですよね。まあそれでいうともう多分選挙結果は出てて、おそらくまあ自民党が議席増やしてんじゃないかと思うんですけど、それも激しくね。そうですよね、ただやっぱそもそもの話でその統一教会問題今でも流れてるじゃないですか、これ自民党って結局もう不動っていうかどういった形で今その日本と代表してやってるのかなみたいな。まあ僕が聞いたのは KCIA コリアンの CIA から統一教会に入って、で統一教会から自民党に入る。ただその元 KCIA に入ってるのが CIA から入ってるっていう意味で、やっぱ戦後からその自民党を作り上げてきたアメリカの指揮の流れができてるんだよみたいな話を聞いたことがあって、まあ、そう思うとやっぱアメリカが思い通りに動かすようなやり方で作り上げてきたのかなって漠然と。今直木マンが言った通りのことを、つい最近ねアメリカで、ポッドキャストだとか YouTube で今多分一番人気のあるキャンディス・オーエンズ言ってるんですか？言ったばっかりです、これがねびっくりなんですけど、今キャンディス・オーエンズっていうともう SNS のフォロワー多分世界一ぐらい、数百万とか数百もう500万とか600万とか、本当にね1ヶ月ぐらい前ですよ、彼女のチャンネルで統一教会やってたんですか？ムーニーのこと言ったんですよ。マジでそのムーニーと KCIA そして KCIA が CIA でその CIA が日本の自民党を言ってるんですか？やば。だってもうね文書も出てんじゃん。もうこれもう事実として。いやだから KCIA なんでもうそんな間接的じゃなくて保守合同やった時の裏には CIA が確実にいたんで、そこにお金を支援してるんで、それは反共産党っていう意味で自民党ができた後に作ったのが勝共連合。勝共連合のバックが統一教会、その裏が KCIA で、最初に KCIA に CIA がお金を全部出してたんで資金だから、それとはまた単体別でも CIA は日本でもやってますし、あと沖縄返還の時もあれの時も裏で米軍をね、そうですね、どんだけ置くか置かないかっていうのも全部 CIA がお金ばらまいてるし、それはもう残ってます記録。じゃあもう事実都市事実ですねこれは。僕その沖縄の件に関してはその当時 CIA の関係者の人には直接話聞いたことあるんです。だからこれは言ってました。あ、そうなんですか。沖縄にいたってずっとその時は。そう思うと結局高市さんですらこの統一教会問題で何も発言できないじゃないですか。見てるとやっぱこれ今でも続いてるってことなんですか？なんかその文脈っていうか。いや僕はそうは思ってなくて、旧統一教会に関してはもう今はもう選挙協力だけですもんね、ほとんど。そのイデオロギーがどうとかとか、要するにそのなんていうんですか、いろんな組織、いろんな宗教団体とかいろんな組織にやっぱ政治家の人たちで顔出して関係を持ってそれで票を入れてもらうわけですよ。協力してもらったり自民党なんかいっぱいあります他にも。そうね、宗教団体いっぱいもういっぱいあるし、でだからそれこそ公明党だってそうじゃないですかって話でそうですけど、いっぱいそういうのがある中の一つでしかなくて、いわゆる当選したらすぐに挨拶しに行くみたいな話は聞く。やっぱそういういろんな組織に挨拶しに行ってるんですか？一個あったのは安倍さんの秘書をやってた人、第一次政権の時に、人でこの人国会議員になるっつって選挙出てたんですけど勝てないと、もう最後の最後ギリギリ安倍さんに泣きついてたら統一教会のイベントに行って挨拶しろと。
江部さんに言われてで行ったと。でそれが写真撮られて映像撮られてで、まあ、その人がその後すぐ問題になったんですけどただ当選しましたよ。見事に当選してでもうそれからもう黙ってあんまり関係ないですっていうようなふうにしてますけどだからそういうふうに使ってただけでまあでもこれはだから国民的に見るとどうなのっていうやっぱあるわけじゃないですか。アメリカも同じなんですよ。はい、要するにニクソン以降、まあ、共和党がいわゆる文鮮明氏が送り込んだ、まあ、ムーニーっていうさっきまさに言ってる、そういう人たちが支援をしてそれこそ共和党でしたっけ。そう共和党メールして、ね、郵送してやってで、まあ、それだけでダメなんでビジネスを開拓しろと文鮮明氏から厳しく言われてで彼はアメリカにも住んでたんで言われてやり始めたのが輸入なんですよ海産物の。でだから今日本食で寿司食べますよね、はい、魚っていうのは卸してるのはもともとほぼほぼ韓国の人がですよ。でそのエビとかねエビとかねもうみんなもうでベースは全部旧統一教会ですよ。ムーニーの人たちが作ったルートなんですよね。特に内陸の方とかね。なので僕らはアメリカ行ってちょっと前だったら食ったらそのお金が全部向こうにチャリンと落ちてるっていう話だったんですよ。みたいなことなので、まあ、宗教の幅をもう超えちゃってる。超えてますね。だってアメリカで商社のイメージだと海産物の商社。そうです。確かに確かに。やっぱり政治団体なんですかね。政治を動かそうとしてる。最終的には、アメリカでも日本でも、ね、アメリカでも最終的にはそうだったんだ。ちょっとした都市伝説で僕すごい面白いの見つけちゃいまして、海外でちょっと話題になったあるキノコを食べると小人が見える。これが意外と面白いって BBC の記事にもなってるんですけど、中国の雲南省の市場やレストランでまあ広く普通に食べれるキノコなんですよ。でこれ調理したら美味しいって言われてて、ただ生とかちょっと半生で食べちゃうとみんな小人を見るらしいです。でこれ今まではいわゆる DMT 系の幻覚を見るっていうのはあるじゃないですか。違くてこれはみんなこの小人を見るらしくてこの呼び方もランマワアシアティカっていうまあこのキノコの一種の名前なんですけどこれ面白くないですか？でもキノコっていうのがねやっぱそうなんですかね。例えば馬糞とか牛糞に入るこんなありますよね。笑い竹ってあるんですよ。こんなヒョロでこれを乾燥して摂取するともうまさにこう人の顔が劇画に見える。もうおかしくてみたいな。キノコによっては指先からレーザーがこう出ると。で幻覚でね。で食べた人間は全部見えるの。でこれでピーって言うとこう当たるわけですよ。そうするともうで楽しくなってくる。共通できるんですか？そうそれがすごいなと思って。共同幻覚でこれ当たったらやられるみたいな。なんでか分かんないけど壁の裏側に行っても分かる。で壁の裏側からこう顔を出そうっていう瞬間も分かるから「はい!」っていうピッて当たって「はいお前死んだ」みたいなことを。そんなこともできるんだ。という幻覚がたくさんバージョンあるんですよ。だからある意味人が出てきたりとかみんなで小人見るってこともできるんですよ。いやそうこれでも直木マンが注目したって分かるような気がするんですけど、私はちらっと見ただけだったんだけど、見たんですね。ちらっと見ました。小人って何なのか。そうっすよ。一体ここで小人って私はね BBC だからやっぱりキリスト教圏なので聖霊を意味してるんだろうなとは思うんです。そうですよね確かに。で父と子と聖霊っていうふうにキリスト教で言うんだけど、まあそれが神様だとしたら目に見えない世界なんだけど、なんかかろうじて聖霊が見えるんだっていうのはなんとなくあるんですよ。だからこの今のキノコの性質がどうか分かんないんだけど、ただ聖霊に当たるようなものが存在してるんですよっていうところをなんかメッセージとして出してるような気がする。宗教的なね。ここでの妖精エルフってこうフェアリーみたいなことなんですかね。そう森の小人っていうじゃん。白雪姫でもそうなんだけど大体ね男なの。男っすね。だから小さいおじさん見る人いるでしょ。だからあれ男の小さいおばさんってなかなかいない。ないわ確かに。これ三上さんは何だと思ってるんですか？小さいおじさんは。まあいわゆる大宮八幡宮とか行けば見れるとかいいじゃないですか。電話にこうねボソボソって出す子がいるっていう有名な。なんだそれは。これ部類的には何なんですか？あれはね人だと思うんだよ。それはいわゆる死んだ人の霊が物質化する。死んだ人なんだ。この死んだ人の霊体ってねこれ大きくなったり小さくなったりするから、このぐらいになったり一度ね物質化した幽霊見ればいい。見たことないな俺。見せてもらいたいです。いやじゃあまあ今日はこの辺でまたなんか面白い動きがある。俺いいですか？そうだ。潜在意識を使ってっていうのを本出して YouTube で番組やってるんですよ。でそこで視聴者に実際潜在意識を使ってみてどうなりましたかっていうのを体験談を集めてるんですよ。すごい体験談があるので、それを16人ぐらい入れてでさらに解説したっていう。面白いですね。という本をこれ、ね、11月にありがとうございました。ありがとうございました。